皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモレジです。今週の週刊八丁縄手は引き続き古戦記を作ります。前回はモックアップの工作までをご案内しました。今週はその続きをご案内いたします。壁材の工作をご案内します。モックアップの壁材を型紙にしてプライタで壁材を切り出します。プライタにモックアップを置いて毛書きをしてきました。毛書きを終えましたのでカットをしていきます。少し複雑な形状にカットをするので、カット中に定規の下で部材がずれてしまい、とてもやりづらかったです。打開策を考えながら作業していて、部材をマスキングテープで仮止めしてカットすることを思いつきました。マスキングテープ1枚だと不安定なようですので、マスキングテープをもう1箇所に貼り付けました。今度はいい感じにカットを進めることができました。今回もいい経験ができました。複雑な部材の切り出しや繊細な部材の切り出しの時には、今後はマスキングテープで部材を固定することにします。壁材は同じものを4枚切り出しました。内訳は次のようになります。1、外壁の下地。2、外壁サイディングと飾り帯。3、内壁下地。4、内壁サイディング。階段の裏側にあらかじめ切り出したプライタを貼り付けて床板にしました。階段を裏返して各部分の長さに合わせてカットをしてゴム系の接着剤で接着しました。階段下の H 鋼の部材は複雑な形状ではありますが、チャレンジ精神で自作しました。階段下の段に合わせて切り出したプライタの両側に壁幅程度の太さに切り出したプライタを貼り付けて製作します。まずは階段下の段に合わせてプライタを切り出します。先ほど切り出した壁材を用意してプライタにあてがいました。 H 鋼の太さの分の幅をプライタの切れ端から離して壁材をマスキングテープで仮止めします。慎重に作業を進めて仮止めを終えたらカッターでプライタを切り出しました。切り出しが終わりましたので、部材をカッティングマットにマスキングテープで仮止めします。繊細な部材を切り出すときは部材を数箇所仮止めするということを学習しましたので、マスキングテープを3箇所に貼り付けました。またガイドになる壁材も同様に3箇所マスキングテープで仮止めをした上で、カッターで慎重にできる限り丁寧にカットをしていきました。無事に切り出しが終了しました。ほっと一安心です。0.5mm 厚のプライタを用意して細く切り出して H 鋼の部材にしていきました。幅は壁幅程度になるように大体で切り出しました。壁と平行になる部材と壁と垂直になる部材を接着します。接着にはプラスチック用の接着剤を使用しました。一段ずつ接着を進めますが、複雑な形状の H 鋼を作るのは初めてなので、どのように接着をするか模索をしながら作業を進めました。まずは長手方向の部材を接着しました。この時部材の中心と中心を合わせて接着を進めるのが非常に難しかったです。慎重に作業したつもりでしたが、乾燥したら実は微妙に曲がっていたという場所が何箇所かありました。やはり場数なんだなと思い知った次第です。次に踊り場部分に部材を接着します。慎重に作業を進めます。真ん中に接着をするのが本当に難しかったです。踊り場部分に部材を接着したら、長手方向にプライタをあてがい、カッターで目安を当ててカットして接着しました。接着が終了しました。はみ出ている部材をカットして調整します。部材と水平になるように慎重に少しずつカットしました。表面をカットしたら裏面をカットしています。カットを終えましたら紙やすりで丁寧に慎重にやすりがけをしました。端の部分をカットしましたが、ぷにょぷにょしてなかなかうまく切ることができませんでした。よくよく見ると部材同士がしっかりと接着できていないようでしたので、接着をやり直しました。古戦橋の壁の内側の鉄骨部材を 1mm 角棒を使って再現します。モックアップの部材をカッティングマットに仮止めしました。両脇に 1mm 角棒を仮止めします。そこにプライタで製作した壁材をあてがい、サイズを確認しながら壁の両端に設置する予定の角棒の位置を調整しました。次に中央部に角棒を仮止めし、さらにその中間に仮止めをする要領で設置を進めました。仮
仮止めを終えましたので、余分な 1mm 角棒をカットします。金属定規をあてがいカッターでカットしました。カットが終了しましたので、屋根を支える貼材を接着します。屋根側に接着剤を塗布し、1mm 角棒を接着して製作しました。なお、モックアップの壁の分、角棒は浮いていますので、接着した角棒の下にもモックアップを敷いて部材の安定を図りました。階段の幅に合わせて切り出したプラ板を用意しました。このプラ板を製作した H 鋼の間に接着して部材を製作します。それぞれの段に合わせてプラ板をカットして接着してきました。反対側の壁の内側の鉄骨も同じように工作を進めました。今回は部材の精度を上げるため、モックアップは使用せずにプラ板で製作した壁材をマスキングテープで仮固定して製作しました。跨線橋の外壁の下側には黄色く色付けした部分のように飾り帯のようなものがありました。模型ではこの部分は外壁サイディング、飾り帯用に切り出した壁材を現地画像を見ながら幅を考えてカットしたものを接着して製作しました。次にサイディングを切り出します。鉄骨部材を参考にサイディング用のプラ板をカットします。鉄骨の柱の部分にサイディングの目地が来るようにカットしました。またサイディングを接着した時に目地の隙間が空くように現物合わせでカットを進めました。続いてあらかじめ用意していた屋根用のプラ板をカットして屋根材を製作しました。鉄骨の骨組みをあてがい、屋根の長さを決めてカットしています。屋根材のカットが終わりましたので、グリーンマックス製のコルゲート板を切り出して屋根の表現をします。屋根材の幅に合わせてコルゲートをカットしました。切り出したコルゲートを適度な長さに切り出します。だいたい半分ぐらい目安にカットしました。何枚かの屋根材を貼り合わせた屋根を作ろうとしていました。という過去形なのは、この後の工作で大失態に気づき全てをやり直すことになったからです。切り出しが終わったらコルゲートを接着しました。コルゲート同士少しだけ重なるように接着しています。コルゲートはシール形状になっていて、裏紙を剥がしてのり面を部材に接着していきます。その際にうっかり手についたりするとぐしゃぐしゃになってしまいますので、慎重に作業を進めました。先ほど製作した H 鋼を作り直すことにしました。壁材との相をもっと良くするためです。やり直しですので、前回より素敵に出来上がることを期待していたりします。納得がいかないので初めから作り直します。プラ板から細い部材を切り出す最初の最初からのやり直しです。なんとかそれなりになりましたので、床材のプラ板を H 鋼の間に接着しました。壁を仮組みして H 鋼の床材にマスキングテープで仮止めしました。両端の貼り材を接着して 1mm 角棒の貼り材を柱の位置を目安に接着しました。屋根の裏側にドーナツ状にくり抜いた部材を貼り付けました。そして梁の上には細長く切ったプラ板を接着していきます。天井中央部のくり抜かれた空間に LED の照明を設置しようと考えています。接着が終了しましたので、黒のジェッソを塗って遮光します。屋根上と梁の上側にジェッソを塗布していきました。柱の高さがいまいちでしたので、屋根下の部材をカットして一旦櫓を解体して調整をしました。この部材に限らず他の部材も何度もやり直しになり、結構泣きそうになりました。外壁のサイディングを接着しました。本当はサイディングはマスキングを簡略するために塗装後に接着する予定でしたが、塗装後に修正するのは再塗装の可能性が出たり、かえって効率が悪くなると考えて変更しました。サイディングの目地と目地の境目が鉄骨部材の柱のあたりに来るように調整をしていきます。壁の下地からはみ出たサイディングはカットしてヤスリがけをして仕上げました。今回の工作は以上となります。次回は上り線の階段工作をお届けします。ここまでご覧いただきまして誠にありがとうございます。